皆さんお久しぶりです。また猫さんです。このチャンネルでは放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。がん治療の一つである放射線治療について皆さんに知ってもらえるきっかけになれば幸いです。それではよろしくお願いいたします。放射線治療を受けることになっても多くの人はそれが初めての経験になるかと思います。三大治療法といってもそう頻繁にやることではありませんよね。初めて経験することはどんなことでも不安がつきものです。そこで今回はいざ放射線治療をやると決まった後にどういう流れで治療が行われるのかを紹介しようと思います。ということで今回のテーマはこちら。ででん。放射線治療の流れ。放射線治療科で何されるんだろうと思われる方もいるかと思いましたので、放射線治療を受けることになっても、そもそもいきなり放射線治療科を受診することはまずなく、はじめに内科や外科を受診することになると思います。そこでがんの治療法として、放射線の適用がありそうな場合に、担当医から放射線治療医を紹介されます。放射線治療科では、がんや体の状態、病歴、これまでの検査などから、放射線治療を行うかどうかを検討します。治療を行う目的として、それは根治を目指すものなのか、症状の緩和を目指すものなのかをまずはっきりと区別します。放射線治療は局所療法なので、基本的にはがんのある部位に放射線を当てて治す治療です。なので遠隔転移のない局所にとどまったがんが対象となります。放射線単独で治療される場合もあれば、抗がん剤や手術と合わせて行われる場合もあります。手術と合わせて行う場合には、照射するタイミングが、術前、術中、術後とあり、それぞれ目的が異なります。術前照射は手術の前に放射線を当てておくことにより、がんを小さくして、手術しやすくすることを目的とします。術後照射は手術で取りきれずに残ったがんに当て、再発を防ぐ目的で使われます。術中照射は手術中に、放射線に弱い臓器を避けて、がんのみに確実に放射線を当てる方法です。ただ手術室に放射線が出せる装置を置く必要があるので、これができる施設は多くはないようです。放射線治療は症状を緩和する目的で使われることも多く、骨に転移した場合の痛みの改善や、気管、血管などの圧迫による症状を緩和します。こんな感じで放射線治療科にやってきた段階では、まず放射線治療の適用があるかどうか、目的はどこに定めるのか、治療法はどうするのか、といったことが検討されます。ここで適用があるかどうかとは、症状の状態によって、放射線治療をするメリットがあるかどうかを、過去の知見をもとに検討することを指します。どの治療法が選択されるかは、医師の好き嫌いで決まるわけでは当然なく、過去の経験や臨床試験の結果、得られた証拠を裏付けに決定されます。この検討は大変大事ですので、もし疑問や不安がある場合には、この段階で医師や看護師に相談するのが良いと思います。治療方針が決まったら、医師から治療目的や時期、期間、期待される効果、副作用などについて説明があります。そしてこの治療に同意するかどうかの意思決定をします。ここですぐには決められない場合には、一度答えを保留して、後日回答することもできます。また、この治療方針に同意するかどうかのサインを求められますが、怖い人に強要されるようなサインと異なり、後で気が変わった場合には、治療前であれば、いつでも同意を取り消すことができることを覚えておいてください。治療方針に同意できましたら、実際に放射線治療の準備をしていくことになります。近年の放射線治療では、がんの形に対して、どのような強さでどの方向から照射すると、体内でどのように放射線が減衰して、がんにどのくらいの放射線が当たるのかを細かく計算していきます。そのために多くの場合、まず CT を撮ります。CT とは、これまた X 線を用い、体の断層写真を撮影する装置で、詳しい原理などはまたいずれご紹介できたらと思っています。ここで撮影する CT を用いて治療計画を行っていき、治療放射線の当て方を検討します。なので、ここで寝た姿勢と全く同じ格好を、治療の時にはする必要があります。そのために、固定用のシェルと呼ばれる道具を使う場合もあります。シェルトは熱可塑性の樹脂でできたお面で、お湯などで温めるとテロンテロンになりますので、それで患者一人一人の顔の形に沿ったお面を作るのです。
稀に閉所恐怖症で、お面をかぶるのも怖いと感じる人がいます。そういう場合は無理せずに、近くの医療従事者に相談するのが良いと思います。また、ここで取った姿勢を、今後何十回にわたる治療でも取ることになりますので、無理して辛い体勢になっている場合は、そちらも早めに打ち明けて相談するのが良いと思います。CD を取る部屋と治療を行う部屋は別ですので、同じように寝られるように、体にペンでマークをつけることもあります。体にマークを書かれるのはちょっと嫌ですが、大切な印なので、治療期間中はお風呂でこすったりして、消してしまわないようにしましょう。CD が無事に撮影できましたら、それをもとに治療計画を行っていきます。治療計画とは、X 線ビームをどの方向からどのくらいの強さで当てるのかを決める作業のことを言い、次のようなステップで行われます。まず、照射するターゲットを設定します。治療対象となる癌そのものはもちろんのこと、周りに侵入していると思われる箇所や、今後癌が進展する可能性がある部位も含めてターゲットとします。次にそのターゲットに対して、どの方向から、どのくらいの強さで放射線を当てるかを決めていきます。X 線治療におけるビームの当て方には、今現在、3DCRT、IMRT、または VMAT と呼ばれる方法が主流ですが、それぞれの詳しいところも面白いですので、また回を改めて紹介できたらと思います。X 線が体内に入ると組織と相互作用して吸収されていきます。この吸収された線量のことを吸収線量といい、グレーで表します。X 線のエネルギーごとに深さに対する吸収線量をあらかじめ何らかの方法で測定しておけば、入射する X 線の方向と強さ、体内での深さをもとに、体の中で吸収される線量を計算することができます。こうして、体の中に出来上がる吸収線量の分布を、線量分布と呼びます。線量分布を用いると、当てたいターゲットに当てたい量の放射線が当たるかどうか、同時に当てたくない臓器を正しく下げられているかどうかをシミュレーションすることができます。望ましい線量分布が得られていない場合は、放射線を当てる角度や強さを調整していきます。この作業のことを、線量分布最適化と呼びます。ターゲットに対して十分な線量が投与され、かつ有害事象が起きないような分布が得られたら、最適化終了となります。最適な線量分布ができましたら、これで治療に用いる治療計画ができたことになりますが、より安全、確実な放射線治療のために、計算された線量分布の検証を行います。線量分布の検証には、これまで使っていた計算ソフトとは別のソフトを用いて、同じ計算をやり直す方法と、検出機を用いて実際の線量を測定してみるという、2つの方法が一般的です。検証の結果、もともと計算していた線量分布との一致が確認できましたら、計算が正しいと判断でき、安心して治療に用いることができるようになります。CD 撮影からこの検証まで、3DCRT なら即日から2日ほど、IMRT や VMAT なら1週間ほどかかります。施設によって異なりますが、出来上がった治療計画と検証を、放射線治療科の複数のスタッフで確認して、より安全性と確実性を担保することもあります。治療開始日、服装などは特に指定がなければ、普通の格好をして来院します。治療する部位によっては、朝ごはんを食べないでおく必要があったり、排尿の時間が制限されている場合もあります。治療室について自分の番になったら、治療室に入ります。治療台の上に横になったら、あとは特に自分からすることもなく、医療者の指示に従ってください。治療中は痛くも熱くもなく、特段うるさくもなく、体の周りを機械が回っている間に終わります。X 線治療の場合、1回の治療に要する時間は10分から20分程度です。特にすることもありませんが、寝てしまうと不意に体が動いてしまったりするので、寝てしまわないように注意しましょう。治療の期間中、症状の具合によっては通院で行うこともあり、日常の生活を続けることができます。週1回程度、医師の診察を受け、治療に問題がないかを確認します。ここでは放射線治療効果により腫瘍に変化がないか、体調に変化がないか、重篤な有害事象が出てないかなどが確認されます。腫瘍の縮小効果が見られたり、体型の著しい変化があった場合などで、もともと作っていた治療計画が合わなくなった場合、治療計画の作り直しをするかどうかも、治療期間中の観察で判断されます。
放射線治療の治療効果は少し経ってから現れますし、副作用もすぐに出るものから数ヶ月後、1年後に出るものもあります。治療期間終了後は、一定の期間ごとに医師の診察を受けることになりますが、治療効果の確認や再発の有無、副作用の程度などが確認される大事な診察ですので、決められたタイミングでしっかりと受診するようにしましょう。以上が一般的な放射線治療の流れになります。ここで紹介したのはあくまで一例で、施設によってはいろいろ違うところもあると思いますが、知らずに受けるのと知って受けるのとでは安心感も違うかと思いますので、ご紹介しました。ここまでをまとめると、おおよその放射線治療の流れは、放射線治療の検討から始まり、同意書の作成、治療計画用の CD の撮影、治療計画の作成、その検証、治療開始、そして治療終了後のフォローアップという流れになります。当然ながらもし自分が受けることになれば、これらの説明は十分前もって知らされますし、特に難しいことはありません。放射線に対してなんとなく怖いイメージを持っている人もいるかと思いますが、高度な機械と複数のチェック体制により、安全な運用がされていますので、現在の医療体制においては、安心して治療に臨めるかと思います。何かの参考になれば幸いです。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、こんな感じで放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。この治療法をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちだけで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。